かぎ針で伸縮性のある編み地を編む方法を考案しました。棒針編みにはゴム編みという伸縮性のある編み方がありますが、かぎ針の編み地にはほとんど伸縮性がありません。畝編みには多少伸縮性がありますが、これは段の方向に伸びるもので、ゴム編みと比べるとその伸び率は控えめです。今回考えた編み方は、ゴム編みに引けを取らない伸縮性があります。編み目がジグザグに並んで、バネのような構造を取ることで伸縮性を得ているので、この編み方をジグザグ編みと呼ぶことにします。ちなみにゴム編みでも畝編みでも、編み目や段がジグザグに並ぶことで伸縮性が生まれるので、根本的な原理は同じです。具体的な動きを解説しましょう。ここに細編みで1段20目編んだ編み地があります。次の段からジグザグ編みをしてみましょう。立ち上がりの鎖編みを1目編んで編み地を返します。ここまではいつも通りです。そしてまずジグザグ構造のうち、向こう側に来る目を編みます。向こうの目を編むときは、かぎ針を向こうにぐるっと回してから、向こう半目を拾って細編みを編みます。糸、かぎ針、編み目という位置関係になることを意識しましょう。次に、ジグザグの手前側に来る目を編みます。手前側の目を編むときは、かぎ針を手前へぐるっと回してから、手前半目を拾って細編みを編みます。こちら側でも、糸、かぎ針、編み目という位置関係です。この繰り返しです。向こうの目を編むときには、向こうに針を回して、向こう半目を拾って細編み。手前の目を編むときには、手前に針を回して、手前半目を拾って細編み。編み目がジグザグ構造になっていますね。また、通常の編み方では、編み目の頭が平らに寝ていますが、ジグザグ編みでは頭が立つことで編み目が折りたたまれています。編むたびに針を回すのは、編み目にねじりを加えて頭を立たせるためです。編み目の頭が立つ分、一段の高さが高くなり、中長編みと同じくらいになります。次の段以降は、上側に見えている半目を拾ってジグザグに編んでいきましょう。なお向こう側の目を編むときは、針の頭が糸に引っかかって編みにくいかもしれません。そういうときは、糸を親指で押さえて、針の頭が抜けるスペースを作るとスムーズに編めます。また手の疲れを抑えるために、針の回転をコンパクトにすると良いでしょう。輪に編みたい場合、普通は表側だけを見ながらぐるぐる編んでいきますが、ジグザグ編みでは
往復編みの要領で編みます。ポイントとして、輪にしたいときは目数は偶数。最初の一目はジグザグの向こう側からスタートしましょう。最初の目が向こう側で、目数が偶数なら、最後の目は手前側で終わっているはずです。段の最後の目を編み終わった状態から、編み地を時計回りに回して、裏から編みます。そして一旦針を抜き、一目目に針を入れて、再び糸をかけ直して引き出します。こうするとジグザグ構造がきれいにつながります。次の段は編み地を裏から見ながら編んでいき、最後の目を編んだら、また時計回りに編み地を回して表側へ戻ります。ジグザグ編みの作り目について解説します。これは伸縮性を持った鎖編みです。ジグザグ編みは通常の編み地から続けて編む方が簡単ですが、編み始めから伸縮性を持たせたい場合もあるでしょう。例えば、指先と手首の両方に伸縮性があるハンドウォーマーや、全体がジグザグ編みでできたリストウォーマーなどです。どのように編むか見てみましょう。結び目を作らないやり方で一目目を作ります。糸の手前側から針を当てて、ぐるっと回し鎖編み。これが一目目になるので、糸を引き締めすぎないようにします。二目目を編むときは、針を向こう側から回してきて鎖を一目。二目目を編んだら、最初の一目を半回転させます。この時見えている糸を最初の段で拾って編むことになります。三目目では針を手前を通って向こう側へ回して鎖を一目。四目目では針を向こうから手前へ戻して鎖を一目。この繰り返しでジグザグ構造ができていきます。目数は偶数にしましょう。ここでは20目編みました。1段目ではこのジグザグの目を拾って編んでいきます。立ち上がりの鎖編みを一目編み、最初の目はジグザグの向こう側になるので、針を向こうへ回して細編み。続いて針を手前に回して細編み。というようにジグザグに編んでいきます。
輪にしたい場合は、1段目が終わった段階で時計回りに編み地を回して、裏から見て一旦針を外します。最初の目に針を入れて、再度糸をかけ直して引き出します。こうして輪に編んでいきます。作り目の最初の糸端は、後からつないで糸始末すれば OK です。ジグザグの構造がきれいにつながるように針を入れて、段の方向に糸をくぐらせます。これは編み終わりの糸端も同様です。以上、ジグザグの作り目の編み方でした。ジグザグ編みの増やし目と減らし目について解説します。まず、目を増やす場合のやり方です。編み目を増やしたいところに鎖を1目編んでおいて、次の段でその鎖から半目ずつ拾って2目編み出します。ジグザグ編みで1目編み、針は回さずそのまま鎖を1目編みます。鎖を編んだら針を回してジグザグ編みに戻ります。次の段で鎖編みのポイントに来たら、半目拾ってジグザグ編みをし、続いて同じ鎖のもう半目も拾って編みます。鎖をどこに編み入れるかで、どちらの半目を先に拾うかが変わります。ジグザグが連続するようにしましょう。この方法なら、下の段の伸縮性に影響を与えず、見た目もきれいにつながります。ただし、編み地を伸ばした際、鎖の部分にやや隙間はできます。次に目を減らす場合です。ジグザグの隣り合った2目にまとめて針を入れて編みます。尖った角の部分を貫く感じです。続く2目にもまとめて針を入れて編みます。4目を2目に減らすのがワンセットです。針の入れ方は、向こう側に尖った角を貫くのでも、手前側に尖った角を貫くのでも、どちらでも構いません。いずれにしても、ジグザグが連続するように気をつけましょう。以上、かぎ針で伸縮性のある編み地を編む方法、ジグザグ編みについて解説しました。この編み方により、かぎ針編みの可能性が大きく広がると思います。ご視聴ありがとうございました。